今回はアメリカン航空ボーイング787の乗り心地や機内食など10時間のロングフライトを紹介します。ポコ旅ライフ。さて、東京からアメリカ・ロサンゼルスへアメリカン航空エコノミーで10時間ポコ旅ライフ中米編スタートです。今回のポコ旅ライフ19時45分発のロサンゼルス行きの便に乗ります。チェックインカウンターは H。アメリカン航空はガラガラです。まずタグバックスという手続きをやらないといけなさそうです。確認コードを入力していきます。秘宝、座席3列のうち真ん中のところになってしまいました。アメリカン航空は一番安いチケットを買ったので座席指定は有料なんですよね。案の定今チェックインしてみたら真ん中の座席になってしまいました。残念ながら追加料金は払えないので10時間のフライト3列のうち真ん中の席で頑張ります。ちなみに最終目的地はプエルトリコのサンフアンです。まずは羽田からアメリカのロサンゼルスに飛びます。ロサンゼルスで国内線にトランジットしてマイアミまで飛びます。マイアミからサンフアン行きのフライトに乗り継ぎます。全部アメリカン航空でチケットを取っています。ただ LA の乗り継ぎが1時間半を切っているのでちゃんと乗り継げるか不安です。サンフアンです知り合いに聞いたところ LA の入国審査は結構時間かかるし便が集中しちゃうと人も多くなるらしいんですよね。最近アメリカの入国も厳しくなっていると聞いているのでちゃんと時間通りにトランジットできるか心配です。たくさん人が登場し始めていますが私は安いチケットなので一番最後のグループ級だポッポ。金が物を言う資本主義。いざ覚悟を決めて真ん中の席へ。でも隣の外国人女性は日本語が少しわかる方で座る時からとても親切。搭乗機材はボーイング787エコノミー席です。液晶では日本語も選べました。机はドリンク置き場付きで折りたたみタイプ。パソコンが置けそうな広さもあります。PC やカメラの充電は厳しくてスマホの充電くらいならいけました。お次はトイレ。エコノミーでも広さもあって綺麗です。備品にはティッシュ、紙コップ、ハンドソープ、ペーパータオルがありました。赤ちゃんのおむつ替えベッドもあります。ウォシュレットはなし。便座に敷く紙のカバーもありました。足元は短足でも余裕なし。男性ならなおさら厳しいかも。座席ポケットには機内安全の案内、ゴミ袋、そして機内冊子がありました。イヤホンは CA さんからもらいました。安全のビデオには日本語もあります。羽田からロサンゼルスまではおよそ10時間。日付変更線を越えるので、到着は出発と同じ日の昼になります。さらにこの便はアラスカ方面を通る北寄りのルートで西海岸へ向かいます。帝国を15分繰り上げて出発するくらいなので遅延はないと信じたいよね。ここからは機内エンターテイメントを見ていきましょう。まずは映画。結構種類は揃ってるんですけど日本語音声と字幕があるものとないものがありました。次に音楽。ジャンルごとにかなりの数が入っていました。映画も音楽もゲームも種類が多いのでいろんなニーズに応えられそう。皆さんが気になる飲み物、ソフトドリンク、コーヒーやお茶は無料ですが、アルコールは有料でした。ハイネケン8ドルから1300円ほどでした。出発から1時間ほどでおつまみが配られます。柿の種とアーモンド、あられのミックスです。日本初だから和風のお菓子なんですかね。カロリーチャージ後は幼児向けの映画・テレビ番組をチェック。こちらも日本語があったりなかったりでした。そしてアメリカン航空機内 Wi-Fi があるらしい。
接続しようとしたけど有料でした。隣の方がずっと使ってて羨ましかったポコ。ブランケットと枕は挙手制だったので寒がりの方はもらっておきましょう。それと手荷物から上着を出して座るとさっと羽織れるので楽です。出発から約1時間半後、機内食が配られました。今回はアメリカ行きということでビーフを選んでみました。こちらがメイン。見た感じはハッシュドビーフにマッシュポテトという組み合わせです。カトラリーの中には塩コショウ、ナイフ、スプーン、フォークが入っていました。お箸も入ってて助かる。味は意外とあっさりめで機内食らしいシンプルな味付け。お肉は少し筋張ってるけど普通に食べられる感じ。付け合わせは人参とインゲンの温野菜です。こちらは小鉢、ミートボールと練り物の揚げ物が入っていました。日本風のおかずですね。それとシンプルなグリーンサラダ、サウザンドレッシングもついていました。パンもついていて、飛行機だけにプレーンなパンはバターと相性抜群。デザートはオレンジ風味のケーキ。甘すぎず普通に美味しかったです。ペットボトルのお水ももらいました。食事が食べ終わる頃にドリンクのサービスが来ました。アルコールは有料なのでコーラゼロを注文。これでカロリーは帳消しポコ。見苦しいぞー。食後、残りのフライトは7時間半。頑張ってうたた寝します。真ん中の席はどっちに肘かければいいかわかんないな。これも中米で美味しいラム飲むため目を閉じ続けます。やや深く寝て目を覚ましたらイカゲームに巻き込まれてた。というのは嘘で間接照明がおしゃれなアメリカン航空。あと2時間ほどで着くみたいだ。ロス到着直前、2回目の機内食です。パンケーキなら薄いの数枚、ヌードルなら焼きそばという2択でした。デザートかがっつり食べたいのかで選ぶと良さそう。なぜなら焼きそばには唐揚げが2個も入っているからです。味は完全にソース焼きそば。この機内食を最後に日本風のご飯ともお別れです。フルーツは冷たくて機内の乾燥にとてもいい。ヨーダがかっこいいコーラゼロ。発音が悪くて CA さんに頼めなかったんですけど、隣の方が伝え直してくれました。締めのデザートに堅揚げポテトが配られた。これは憎い。役立つ旅情報を見逃さないように登録お願いします。到着直前のトイレですが、清潔さは保たれています。食事の前後は混むのでタイミングに要注意です。皆さん、ロサンゼルス上空まで来ました。機内も明るくなって到着前の雰囲気です。飛行機の高度もどんどん低くなり、いよいよ滑走路に入ります。無事着いた。マイアミ行きトランジット。あと1時間しかないです。最後に今回のフライトの総括です。席はエコノミーらしく窮屈ですが、エンタメは充実していたし、ご飯も和風で食べやすかったです。課金すれば席やお酒や Wi-Fi などもっと快適になるのかなという印象でした。それから入国審査、意外にも20分で終わりました。次回はロスからマイアミ、サンフアンへのアメリカ国内線で移動編です。ポコ旅ライフ。このチャンネルでは日本や海外を旅して観光、飲食する様子を配信してます。皆さんいつもありがとうございます。高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。